皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。さて、今日は、ラジコン飛行機の飛ばし方、第25回、AOA の判断の簡略化をお送りします。ちなみにこの動画は、第22回の続きとなります。まあ、実際には、そんなに甘い話は存在せず、練習あるのみですが、まず、当日にピッチアングル0で、風に向かって飛んでください。次に、その状態で AOA を5度にしてください。青の矢印が AOA0 度で進む場合の進路、ピンクの矢印が AOA5 度で進む場合の進路です。ちなみに AOA はスラストで調整します。緑の矢印は AOA2 度です。この場合はスラストを下げます。赤の矢印は AOA10 度です。大半の機体は失速寸前ですので、早急にスラストを上げてください。この調整ができないのはお話になりませんので、この時点でかなりの練習が必要でしょう。ちなみに、無風の日に練習を行うと、待機速度を気にしなくてよくなるため、判断が簡単になります。さて、無事 AOA を5度付近に調整できたら、機体が1つ分進むたびに、機体が何個分沈むか覚えましょう。この図だと、機体が1つ進むたびに、機体が 0.5 沈んでいます。実際のラジコンも風が吹いていなければそんな感じです。これができるようになると、当日1回ローパスすると、AOA の角度ではなく、その時の安全な沈下速度を覚えられます。この方式には問題点があり、その日、その時の目安にしかならないことです。なぜなら、その日の風の速度によって、見かけ上の機体の前進速度が変化するからです。風の速度が倍になれば、機体が 0.5 進むたびに、機体が 0.5 沈下します。さて、ここまでできるようになったら、同じ沈下速度を時間の感覚で覚えるようにします。かなり短い時間なので、人によってかなり感覚が違うと思います。私にとって AOA5 度とは、瞬き1回で機体が 0.5 沈む速度です。ここまで覚えると、風の強さに影響されず、最初から着陸の姿勢を作れるようになります。逆に言ってしまうと、低速で安全に着陸するには、これほどの練習が必要ということです。大半の人が超高速で滑走路に滑り込むように着陸するのは、この感覚がつかめず、減速が不可能な状態のまま、着陸する練習を続けた結果です。さて、もう一点、勘違いする方がいるといけないので、追加で説明をします。機体を頭下げにした場合、例えば、ピッチアングル -5 度程度としましょう。この状態で、先ほどと同じ条件で AOA5 度にすると、機体が1つ分進むたびに、機体が1沈下します。この状態では、判断の難易度が上がります。なので、最初は、機体を水平にした状態で、AOA を5度にする練習から始めましょう。さて、AOA の話はいかがだったでしょうか。ちなみに、有名な通販のモーション RC の YouTube で着陸の説明をしていた際には、30分くらい永遠と AOA の説明をしていました。つまり、避けては通れないということです。ちなみに私は、実機フライトシミュレータで叩き込まれました。さて、今日はここまでとしましょう。次回は、もうちょっと簡単な、そうですね。未経験者の時にそう教わったのに、中級者くらいで逆に否定されること、みたいな話題にしたいと思います。それでは、ゆずきゆかりがお送りしました。では、また。